ショー、助けて。はい、どこにいるんだ。冷え切った男の手が彼女の口を塞ぎ、愛は気を失い、誘拐犯の要求は常軌を逸したものでした。犯人は金属バットを振りかざし、愛と光に襲いかかろうとしたその刹那。やめろー！動画投稿サイトで再生数2桁の作詞家として、自室で孤独に言葉を紡いでいた高校生の愛。彼女が投稿した孤独の中の光が、スランプに苦しんでいたカリスマ歌手ショーの魂を射抜きました。ショーは、君の言葉に救われた。と愛に DM を送り2人は秘密の共同制作を開始。学校でいじめられ、居場所のなかった愛にとって、ショーは唯一の理解者となりました。運命のライブの日、ショーがステージから愛の言葉を叫び、控室で俺の光と彼女を抱きしめた瞬間、2人の魂は共鳴し、絶望は希望へと塗り替えられたのです。高校卒業後、愛はショーの専属作詞家として活動を始め、そして2年後、数々のヒット曲を世に送り出してきた天才作曲家の光から、ショー、日本最大の音楽イベント、スターライトジャムに出演してみないか。という言葉に、ショーの心臓は激しく鼓動しました。そこは全てのアーティストが一度は立ちたいと願う、選ばれた者のみが許される聖域です。もちろん、光る、あそこは俺にとっての夢でもあり、出演するべきだと思う。とショーは力強く答えました。数日後、正式に出演が決定したという通知が光から届きました。このチャンスを絶対に成功させるため、ショーにはどうしても必要な存在がいました。それは、ショーの恋人であり、専属作詞家でもある高橋愛です。ショーは、彼女の紡ぎ出す繊細で心に深く刺さる言葉を誰よりも信頼していました。愛、今回のスターライトジャム、俺はお前の言葉で歌いたいんだ。作詞を頼めるかな。というショーの願いに、愛は満面の笑みで答えました。天才作曲家の光もまた、愛の作詞を心待ちにしていました。ショーの情熱的な歌声と、愛の情緒あふれる言葉が融合すれば、音楽史に残る名曲が生まれるに違いない。すべては輝かしい成功へと向かって、よどみなく進んでいるかのように見えました。この時までは、誰もが夢のような未来だけを見つめていたのです。翌日、ショーは進捗を確認するために彼女へ連絡を入れました。ところが、何度電話をかけても、応答するのは留守番電話のガイダンスだけでした。最初は、作詞に没頭しているのだろう、と考えていたショーでしたが、数時間後も連絡は途絶えたまま。光からも、愛さんから連絡がないが、何かあったのか。と心配するメールが届き、ショーの胸には得体の知れない不安が広がっていきました。ショーは愛が住むマンションへと急行しました。しかし、チャイムを鳴らしても返事はありません。ショーが合鍵でドアを開けて室内を確認しました。部屋の中はきれいに整頓されており、争った形跡すらありませんでした。ただ一つ、彼女が大切にしている作詞ノートがなかったのです。ショーは街中を探し回り、彼女がよく行くカフェや公園、気分転換に訪れる場所を片っ端から当たりました。しかし、愛の姿を見たという者はいませんでした。警察に相談すべきか迷いながらも、きっとどこかで言葉を探しているだけだ。と自分に言い聞かせるショー。しかし、時間は残酷にも過ぎ去っていきます。日本最大のステージが数ヶ月後に迫る中、最愛のパートナーが消えてしまったという現実は、ショーを深い闇の底へと突き落とそうとしていました。ショーは、夜の冷え切った自室で、スマートフォンの画面を見つめ続けていました。愛はどこにいるのか、なぜ連絡が取れないのか、順風満帆だったはずの日常は、一夜にして出口の見えない迷宮へと変貌してしまったのです。ショーの孤独な戦いと、見えない敵の影が忍び寄る序章が、静かに、そして確実に幕を開けた瞬間でした。
時間は愛が姿を消した日にまで遡ります。高橋愛はショーから依頼されたスターライトジャムのための作詞に行き詰まっていました。ショーの情熱に見合うだけの最高に輝く言葉を見つけたい。その一心で彼女は気分転換のために深い木々に囲まれた森公園へと森林浴に訪れていました。木漏れ日が彼女のノートを照らし、ようやく新しいフレーズが頭に浮かびかけた、その瞬間でした。背後から獣のような気配が音もなく忍び寄りました。愛が異変に気づき、振り返ったその時には、すでに全てが遅すぎたのです。冷え切った男の手が彼女の口を塞ぎ、愛は気を失い、手からこぼれ落ちた作詞ノートが地面に転がります。男は意識を失った彼女を乱暴に抱え上げると、近くに待機させていた黒い車の中へと押し込みました。白昼の静寂の中で、一人の女性の自由が奪われ、どこか知れぬ闇へと連れ去られてしまったのです。時間を現在へと戻します。自宅で絶望の淵に立たされていたショーのスマートフォンが突如として激しく震え出しました。画面に表示された名前は、探し続けていた高橋愛。ショーは惹かれたように通話ボタンを押しました。はい、どこにいるんだ。しかし、受話器の向こうから聞こえてきたのは、愛の柔らかな声ではなく、血を這うような低く濁った男の笑い声でした。電話の相手は、黒田和也と名乗りました。彼はかつてスーパーマーケットの店長を務めていた男ですが、ある事件をきっかけにネット上で大炎上し、日本中にその顔が知れ渡ってしまった人物です。社会から放逐され、再就職も叶わず、人生のどん底で金に困り果てた末、彼がたまたま標的にした相手がショーのパートナーだったのです。黒田は下びた口調で語りかけます。ラッキーだったよ。この女の両親には連絡がつかなかったが、お前の連絡先を見つけたとき、驚いたぜ。YouTube の再生数が億を稼ぐスター様なら、金は腐るほど持ってるんだろう。黒田の要求は常軌を逸したものでした。明日の22時、指定する工場跡地へ一人で来い。金は10億円だ。警察に通報してみろ。その瞬間にこの女の命はないと思え。協力者がお前を常に監視しているからな。その言葉の直後、電話の奥から「ショー、助けて!」という愛の悲鳴が聞こえ、通話は一方的に切断されました。ショーは受話器を握りしめたまま凍りつきました。困った。銀行から10億円も一気に引き出せるわけないじゃないか。高額出金には厳重なチェックがあって、怪しまれたら警察に通報される。しかも警察にバレたら愛の命が。どうしよう。10億円の現金は重さにして 100kg を超え、アタッシュケース10個分にもなります。一人で運ぶことがどれだけ大変なことか。まさにアホな悪党ゆえの無謀な要求だったのです。しかし、愛の命を握られているショーにとって、その計画こそが何よりも恐ろしい死の宣告として響いていました。ショーはすぐに、ただ一心から信頼できる天才作曲家の光に全てを打ち明けました。なんだって、愛さんが誘拐された。事情を聞いた光は驚愕し、血の気が引くのを感じました。ショーは震える拳を握りしめ、かつてないほど冷たく鋭い瞳で言いました。愛を守るためなら、俺は暴力を振るうことも厭わない。絶対に許さない。その言葉には、普段の穏やかなショーからは想像もできないほどの激しい怒りと、愛を思う執念が宿っていました。落ち着けショー。気持ちはわかるが闇雲に動けば愛さんの命が危ない。警察に言えない以上、俺たちが冷静にならなきゃいけないんだ。二人は夜を徹して策を練りました。誘拐犯黒田の要求した10億円という金額は、あまりにも現実離れしています。ショーが YouTube でどれほど稼いでいようとも、個人の銀行口座から即座に引き出せる額ではなく、何より 100kg を超える現金を運ぶなどという計画自体が破綻しています。犯人のアホさを逆手に取り、
翔がおとりとなって黒田を引きつけている間に、光が愛を救出するという二面作戦を決行することにしました。それだ。24時間後、重苦しい空気が漂う指定の工場跡地、翔は約束通り、一人でその場所へ足を踏み入れました。背後の物陰には、翔の合図を待つ光が音もなく潜んでいます。アホ男、黒田和也が下びた笑みを浮かべて現れました。人質は2階のフェアにいる。さっさと10億円を出しな。アホの黒田は翔をせかします。翔は一歩も退かずに、冷静な声で答えました。10億円は 100kg 以上の重さがある。金は外に置いてあるアタッシュケースの中だ。確認したければ外に来い。アホの黒田は一瞬、戸惑ったような表情を見せましたが、金への欲望が勝ったのか、しょうがねえな。と吐き捨てて工場の外へと歩き出しました。翔が黒田を外へ誘導し、10個のアタッシュケース、その中身が何であれ、黒田の目をそらしている隙に光は工場内に滑り込みました。密かに翔との通話で会話を聞いていた光が2階の部屋に行くと、そこにはぐったりとした愛の姿がありました。愛さん、しっかりしてくれ。光が愛を抱き起こしたその時、背後の闇から不気味な足音が響きました。そう簡単に逃げられると思ってんのか。現れたのは、もう一人の犯人。堀口でした。かつて会社経営をしながらも、凄惨なパワハラと暴力で逮捕された経歴を持つその男は、手にした金属バットを床に引きずり、甲高い金属音を立てながら近づいてきます。船も女も全部俺たちがいただくんだよ。堀口はバットを大きく振りかぶりました。自由を奪われた愛と、彼女を守る光、絶体絶命の瞬間が2人に襲いかかろうとしていました。堀口が金属バットを振りかざし、愛と光に襲いかかろうとしたその刹那、やめろー。そこまでだ。現れたのは極道竜巻組の若頭、龍でした。彼は常人離れした身のこなしで堀口との距離を詰めると、振り下ろされたバットを最小限の動きでかわし、電光石火の重い一撃を叩き込みます。かつて暴力で人を支配した堀口でしたが、本物の修羅場をくぐり抜けてきた龍の敵ではありません。龍は一切の容赦なく堀口をフルボッコにし、愛と光を窮地から救い出しました。一方、工場の外でも決着はついていました。アタッシュケースの中身を確認しようと色めき立っていた黒田和也の背後に、竜巻組の上島要が音もなく立ちはだかっていたのです。お前のようなゲスが他人の絆を利用して金を得ようなど肩払いたいわ。要の鉄拳が黒田の顔面を捉え、彼は地面に転がりました。逃げようとするアホの黒田の襟首をつかみ、要は圧倒的な力で彼を制圧します。要はまるで犬のうんこでも扱うかのように工場の中へと引きずり込みました。そこへ、外の様子を確認していた翔も駆けつけます。ゴミ掃除完了。誘拐犯たちの浅はかな計画は、本物の極道の手によって、無残にも、そして当然の結果として打ち砕かれたのです。静まり返った工場跡地に、もう一人の人物が姿を現しました。そこに立っていたのはヒロエでした。たまたま森林浴中に愛が連れ去られる場面を偶然目撃し、スマホで犯人の顔と車を撮影、知り合いである要に連絡を入れていた張本人だったのです。要はルミに協力してもらい、黒田を尾行していました。ヒロエは学生時代に愛を激しくいじめていた過去があり、さらに翔への憧れから二人の交際を知って深く傷ついていました。しかし彼女は、
愛する将様を苦しめるような卑劣な犯罪を見過ごすことを許しませんでした。再会した愛を前にして、ヒロエは顔を背けながらツンとした態度で言い放ちました。勘違いしないで、あなたのここが好きになったわけじゃないわ。でも、将様を傷つけ、悲しい目に遭わせるような奴は絶対に許せないだけよ。将はまっすぐにヒロエを見つめ、ありがとう。君のおかげで愛は助かった。と、心からの感謝を一言に込めました。救出された愛もまた。ありがとう、ヒロエ。ヒロエはわずかに頬をあからめ、照れを隠すように愛を睨みつけました。将様を悲しませるようなことがあったら、次は私が許さないんだからね。あとこれ、ノート落ちてたわよ。と、愛の大事なノートを手渡しました。その後、将の通報によって警察が到着し、黒田と堀口は現行犯で逮捕されました。どん底から這い上がろうとして犯罪に手を染めたアホな男たちは、今度こそ戻れない場所へと連行されていったのです。数日後、将の傍らで書き上げた愛の歌詞は、これまでのどんな言葉よりも輝き、魂を揺さぶるものとなりました。天才作曲家ヒカルも、その歌詞に触発されて一気に曲を完成させます。そして迎えたスターライトジャム当日、日本最大のステージに立った将は、愛が見守る中で、その至高の歌声を会場中に響かせました。舞台裏で将と愛は強く抱き合い、言葉にならない喜びを分かち合いました。ヒロエに助けられ、そして意外な人物の介入によって守られた二人の愛は、この夜、音楽という不滅の形となって未来へと語り継がれることになったのです。冷たい森で夢が砕けて震える心孤独に沈んだそれでも浮かぶあなたの笑顔帰りたい場所はただその胸だった壊れそうでも信じていたのあなたはきっと迎えに来ると傷だらけでも手を離さない二人の未来を守るために Forever あなたと歌うこの奇跡を Believe 涙の数だけ強く抱きしめる Save me 絶望の夜を越えた先には Love you 永遠になる愛のメロディー Forever あなたの声が闇を裂いて Believe 涙の奥で光になった Save me 助けてさえ届かぬ夜に Love you 愛してるが私を救った
転職回数10回を超える要。彼は通販最桃源における真のスペシャリスト。コツコツ積み上げた実績が一瞬で崩れる。要の心の中で何かが決定的に音を立てて壊れました。彼の入社した会社の10割はなぜか3ヶ月以内に倒産します。